はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはウマレックスグロックエアソフトのグロック42ジェネレーション4になります。この銃はですね、知人のもので、買ったばかりの銃のレビューをですね依頼されて今回お借りしました。私このグロック42はですね昔から好きで、一度手に取ってみたかった銃であります。実銃のグロック42は数あるグロックの中でも最小一番薄いモデルであって380ACP 弾を使用します。弾倉はですねシングルカラムにすることによって小型化して、コンシールドキャリーに特化したモデルというものになります。以前はですねホグワーズから発売されていましたが、今回ウマレックスからですね改良されたグロック42が発売されて、さらにですね左手にあるロングマガジンではなくて通常マガジンに装備されたものが発売されました。今回2020年12月にですね再販されたものをですねレビューしていきたいと思います。手にした印象ですけれども、まず印象的なのはやっぱり大きさですね。非常にこの細いのがですね特徴です。グロック26、こちらにありますけれども、グロック26と比較してもですね、大きさ的にはそんなに変わりませんが、この細さですね、こちらは大きく違いますね。あともちろんこちらグロック19ですが、雰囲気はですね、19、を小型化したような感じも見えますね。ただこの通りですね、厚みは全然違うというふうになっております。あとですね重量なんですけれども、やっぱりメタルスライドのおかげでですね、小さい割には重く感じます。あと私のように小さい手の人にはですね非常に握りやすいグリップだと思います。あとこの後紹介しますけど、マガジンもですね非常に小さいのが特徴です。それでは各部見ていきたいと思います。まずマズルになりますけれども、こちらは380オートの形状になります。インナーバレルは黒くなっており、目立たない構造にはなっています。フロントサイトにはホワイトドットが入っていて、こちらリアサイトにはですねこの字型のホワイトが入っております。左側の刻印はこの通りになります。このスライドのですねざらつき感はですね、以前ご紹介したグロック 18C と同じですね。フレーム下部にはですねシリアルナンバープレートがあります。このナンバープレートもですね細く感じます。トリガーにはですねトリガーセーフティーがあります。こちらのトリガーはですねスライドを引くとですねこの通り前に出るタイプになります。あとトリガープルはですねちょっとですね重いというかですね引っかかる感じがありますね。ちょっと慣れが必要なのかもしれません。グリップはですねジェネレーション4になりますけれども、こちらの、全部にですねフィンガーチャンネルはないタイプですね。4面ともですね、チェッカリングが施されています。このグリップはですね非常に細くてですね握りやすいっていうかですね、握り込める感じですね。ノーマルグリップでもですね私のように手が小さければギリギリ握れる感じですね。マガジンキャッチは左側のみになります。スライドストップは左側のみになります。こちらはですねスチール製になります。あとスライドストップですけれども、この通りですねスライドに直接引っかかるタイプのようです。リリースするとですね非常に良い金属音が鳴ります。このスライドプレートもですね別パーツになっています。ちょっと気になるのがですねこの下の隙間ですね。これハンマーが動くのが後ろから見えるようになっていますね。これ多分実銃はこんなことないと思うんですけれども、ちょっと気になりました。右側の刻印はこの通りになります。
チャンバーの中にもですね、刻印が入っています。はい、エクストラクターはですね、別パーツになっています。これもですねスチールパーツになっています。はい、マガジン標準はこちらですね。こちらはソーダス12発になります。右側のですね、こちらロングタイプのマガジンになって、こちらは、14発。以前はですねこちらが標準装備だったんですけれども、今回からこちらの通常マガジンが標準装備になっています。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは外しておきます。グロックの通常分解とこちらも同様です。はい、この通りスライドとフレームが分解できます。はい、こちらがリコイルスプリングガイド、アウターバレルとインナーバレルになります。はい、こちらスライドはですねメタルスライドになります。はい、でですねこの銀色の部分っていうんですかね、これがですねスチールパーツなんですね。はい、なのでここの強度は高いかなというふうに思います。リコイルスプリングがですね、こちらバネが2つあるタイプですね。この底部、こちらはスチールパーツになります。はい、これがインナーバレルとアウターバレルです。このインナーバレルとアウターバレルはですね、このバネでつながれているタイプですね。でこちらがホップダイヤルですね。はい、で上部にですね380オートトクロックの刻印が入っています。はい、こちら機関部ですが、VFC 製らしくハンマーとか、トリガーバーですね。こちらスチールパーツが組み込まれています。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、やっぱりこの小ささ、特にこの薄さですね、これが最高だと思います。私小さい銃が非常に好きなんですけれども、やはりこのグロックはですね、その中でも最高かなというふうに今思っています。小さいながらもですね、メタルスライドのおかげかリコイルは結構強く感じます。あと細いグリップのおかげですね、私非常に握りやすく感じましたし、撃ちやすい銃かなというふうにも思いました。問題はですねマガジンの小ささによる燃費の悪さかなというふうに思います。通常マガジンだとガスを入れてですねしっかり温めないとですね、スライドの抗体量が足りずにですね弾が想定されない空打ち状態というんですかね、それがなることがありました。14発のですねロングマガジンも、もちろんしっかり温めないと同様なんですけれども、通常マガジンよりはしっかり撃てるかなというのが感じました。海外製のバルブなのでマガジンが冷えた状態の時にですねしっかりガスを注入する必要があります。あとですね初速もですね、マガジンが小さいのでかなり温めた状態で測りましたけれども低めかなというふうに思いました。中身はですね VFC 製ということもあって耐久性は高いのかなと思いますが、パーツの供給がですね今のところ少ないというのもあって、それはちょっと気になる点かなというふうに思います。寒い時期の実車はですね厳しいものがありますけれども、この銃はですね非常に所有欲を満たしてくれるのかなというふうにも感じました。何か特別なグロックな感じがしてですねなんか小さいので常に携行したくなるような感じがします。グロックを集めている方やですね、あとコンシールドキャリーウェポンに興味がある方にはですね非常におすすめの銃だと思います。ぜひ一度手に取ってみてですねその扱いやすさを体験してみていただければと思います。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。